電気自住職三木大雲です。本日の怪談説法はですね、これもちょっと今回私が経験したお話なんですけれども、私実はお師匠さんが愛知県の西尾市っていうところに、お住まいでして、で1年間ほどお師匠さんの下で一緒に暮らして生活させていただいたことがあったんですけど、ちょうどそのお師匠さんのところで一緒に生活させていただいている時に、私の父親ががんを患いまして、でちょっと入退院を繰り返してたんですね。でその頃ちょうどお師匠さんがちょっとお見舞いに今日は帰りなさいとかいうことで、私を父親のお見舞いによく休みをくださいまして、で京都へ戻ってきてたんですね。で普段は京都に住んでますと、もう京都のホテルに泊まるってことはまずないんですけれども、愛知県から、京都の実家の方に来た時には、京都のホテルに泊まってたんですね。でちょうどね、私の父親がちょっと体調が悪くなってまた入院したってなった時が夏前ぐらいでしてね。で夏前ぐらいの京都っていうと、当時もうホテルがほぼ取れないぐらい観光の人でいっぱいだったんですよ。ですから私もなかなか泊まるところがなかったんですけども、いろんなホテルにお願いしましてですね、ちょっと一室空けていただけませんかということでお願いしてますと、とあるビジネスホテルの方が「そうですか、もうこの時期はねどこもいっぱいなんですけども、そういうご事情もあって、お父さんのお見舞いで、お坊さんがということですので、じゃあ特別にちょっと一室だけなんとか抑えます」、そう言ってくださったんですね。でいやありがたいです、お願いしますということで、その部屋をお借りしまして、泊めていただいたんです。でその時のお話なんですけども、父親のお見舞いも済ましてホテルへ戻ってきて、でもうすぐに次の日朝一番で、愛知県のお師匠さんのところへ戻る予定してましたんで、もう早速寝たんですね。でも車で愛知県から来てましたから、ちょっと疲れもあってもうすぐに寝てしまったんです。で寝てますとですね、どん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 かなりね激しくね戸を叩く音がするんです。でどっかよその部屋かなと思いながらうっすらうっすらしてますとね、どん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 ってものすごい勢いで叩かれるんですね。どの部屋かなと思って、さすがに私も起き上がってですね、お隣かを探してますと、私の部屋のどうやらドアを叩かれてるんですね。で実は私が父親のところにお見舞いに来ることも私の友人には全然話してませんし、私の家族ぐらいにしか言ってませんので、誰かがホテルに訪ねてくるなんてことまずないんですね。でこれはどうやら部屋を間違った人がどん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 やってるな。時計を見ますともう12時回ってたんですよ。でも眠いなと思いながらも、もう私戸のところまで行きましてね、でこの部屋じゃないですよということを鍵を開けて言おうと思ってカチャッと戸を開けますと誰もいないんですよ。であれおかしいな、私が移動してる間にどっか行かれたのかなと思って、もういいやと思ってまた鍵を閉めて寝たんですね。でまた疲れてますからすぐにもう寝に入ったんですけども、また何分ぐらい経ったか分かりませんが、どん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 激しいノックの音がするんですよ。でうわー迷惑やなと思いながらもね、もしかするとちょっと酔っ払ってられてなんかもう何度も来られてるのかなと思って、私また戸のところへ行ってガチャッと開けるとやはり誰もおられないんですよ。でね、1度目は少しタイムラグがあったんですけど、2度目はどん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 と音をしてるその最中に鍵を開けてすぐに開けたように思ったので、絶対人が叩いてたら人が見えないなんてことないんですよね。で長い廊下がありますから廊下の方も見てみたんですけども人影がなかった。ここまで来るといよいよ私もあれおかしいなと思い始めましてね、そもそもこのホテルの部屋ももうどっか一室お願いできませんか、スタッフが寝られるようなお部屋でもいいんでどうにか一部屋なんとかなりませんかねっていうお願いの仕方を私してたんですよ。でそこまで言われるんならなんとか一室空けますって言って無理やり開けていただいた部屋にしては普通の部屋なんですよね。でそこで私ね、もしかするとこの部屋で何かがあったんではないかなと思い始めたんです。
でそう思いますとお坊さんでありながら恥ずかしいんですけども少し怖くなってきた。鍵をして寝ようとするんですけどもなんか寝るのが怖くなってきましてね。でちょっと一旦落ち着こうと思ってで部屋へ入ってきてすぐに寝てしまいましたんで実はお風呂に入ってなかったんですよ。ですからちょっとシャワーを浴びるか湯船に浸かってちょっと落ち着いてからもう一度寝ようと思って私服を全部脱ぎまして、お風呂の中に入っていったんですね。であれお風呂ビジネスホテルのお風呂とかカーテンみたいなのかかってますよね。そのホテルにもそのカーテンがありましてでカーテンを閉めてシャワーを浴びてでちょっと湯船を張ってリラックスしてたんですよ。ほんである程度汗も流して落ち着いたんでよしじゃあもう一度改めて寝ようと思って、カーテンを開けましてお湯を抜いてですねでベッドに横になったんです。で寝てますとねやっぱり何分経ったかわからないんですけれどもまたドン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 やはり扉を叩く音がするんですよ。でドン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 でしばらくほっといたら音が止むかなと思うんですけどもドン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 先ほどよりも激しくなってくるんですよ。でやっぱりこれちょっとなんかおかしいな。で私近くまで行って扉のところでね耳を澄ましたんですよ。そうするとねドン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 激しくこのドアを叩く音だと思ってたのが実は扉の方からしないんですよね。よーく耳を澄ましてみるとこの音先ほどまで私が入ってたお風呂からするんですよ。でお風呂の方からするなと思って私お風呂の扉をガチャッと開けたらまた音がなくなったんです。でお風呂の中をよーく見ますとね浸かるバスタブありますね湯船の部分外の部分がね補修されたようになってるんですね。でよくよく考えるとさっきまで湯船を叩いたらこんな音がするななんて思いながらも音がなくなったんでもうこのまま朝まで寝てしまおうと思ってすぐにまたベッドに入って寝たんです。ですると朝までこの音はなかったんですね。で私朝起きましてね出発前にちょっとねロビーの方で大変失礼な質問かもしれませんけれども私がお借りした部屋って何か事故か事件でもありませんでしたかそうお聞きしますとやっぱりそうでしたかやっぱりそうでしたかってどういうことですかお聞きしましたら実は部屋で宿泊客の男性が自ら命を絶ってられたんですよ。それからちょっとねいろいろ変なことが起こるので普段は実はお貸ししてなかったんですけども今回お坊さんだということもありまして実はちょっと部屋をお貸ししたんですっておっしゃるんですね。でそうでしたか。じゃあもしその男性が亡くなられたんだとしたら私お経をあげさせていただいて帰りましょうかっていうとぜひお願いしますっていうことで一緒に部屋に戻りましてねでじゃあお経をあげさせてくださいって言ったらどこでその男性亡くなられたんですかっていうと実はお風呂なんですよおっしゃるんです。ほうほうほうじゃあ私昨日ここで使ってたんですけどここでお亡くなりになったんですかっていうと私が昨夜やってたカーテンねカーテンのレールありますねところに紐をくくりつけてどうやら首をつってられたそうなんです。で苦しかったんでしょうね足をバタバタさせたんでバスタブの部分が実はちょっと割れたんでここ直してるんですおっしゃるんです。もしかすると昨夜私が聞いたノックだと思ってた音っていうのは苦しいって言って足をバタつかせた時にこのバスタブの部分をかかとでどん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 してたその音ではないかなと思ってそこでお経をあげさせていただいたらそれ以来そのホテルではその音がなくなったというような話なんですけどもなぜ私がそこに縁あって泊まらせていただいてその亡くなった方が私に対してそんなアピールをされてきたのかな考えますと実はですね怪談話をすると霊が寄ってくると言いますね。これをご覧の皆さんのところにも今もしかすると霊が集まってるかもしれませんけれどもこれ本当ですかってよく言われるんですけど本当だと私は思うんです。と言いますのが実はこの放送でもずっとさせていただいてますけれどもこの怪談説法私がこの怪談説法を始めたきっかけっていうのが
実は少し今日お話しさせていただいた話と似てるんですけども、亡くなった方がアピールしてくる。怪談説法を始めたもともとのきっかけっていうのは、おそらく亡くなった方が私たちに何かを呼びかけてるんだろうなと思って今も続けてるんですが、一番最初にしたのは実は深夜の公演でしてね、いわゆる不良と呼ばれる人たちですよねが深夜に公園に集まってられた。でそこへ行って私がお説法したいなと思ったんですね。仏教の話聞きたくないって言って声をかけたら、いや聞きたいわけないんですよ、若い人たちですから。ですからいやいやもう聞きたくないから向こう行ってくれって言われまして、でなんとか仏教の教えを聞いてほしいなと思って何度かアタックするうちに思いついたのが怪談なんです。君たちお坊さんがする怪談聞きたくないって言ったら、おおそれ怖そうやから聞きたいって言ってくれましてね。で先ほどしたお話のようなことをさせてもらったんですね。そうすると一人の少年が立ち上がって、もしかするとお化けっていうのは僕のことかもしれないって言うんですよ。でそれどういうこと？私が思わず聞き返しますと、その男の子が、いや僕実は小学校4年生の時に今までの人生の中で一番勉強したっていうんですね。でどういうことかっていうと、その少年っていうのが家庭に少し恵まれてなくてですね、お父さんが朝から晩まで叫びたりでですね、全然喋ったことがないんですって。でお母さんは家計を支えるために昼間寝て夜お仕事に行かれるわけです。ですからその少年にしたら昼間日中誰とも喋らないんですよね。学校から帰ったらただいまって帰っても誰も何も返事してくれない。そこでその少年が思いついたのは、学校の勉強で頑張って100点を取ったら、もしかするとねテストで100点を取ったらお父さんがよくやったと褒めてくれるかもしれない、お母さんが喜んでくれるかもしれないと思って、この今までの人生の中で一番頑張って勉強したそうなんです。でそれが漢字のテストだったそうなんですけども、漢字を必死で覚えた。で小学校4年生の時に漢字のテストがあって100点取ったそうなんですよ。やった、これでお父さん喜んでくれるかもしれないと思って家へ持って帰ってお父さん見て見て国語で100点取ったよって言うと、酔っ払いながらお父さんが「ああそれでお酒買ってこれるんか?」って聞かれたそうなんですね。いやお父さん100点のテストでお酒買えへんよって言ったら、あんなもんじゃあもう向こう持っていけって言われた。でなんとなくその少年はお父さんお酒に酔っ払ってるから仕方がないなと思ってお母さんのところに行って、ちょっと起きて起きて、すごいことが起こったんやって言ってお母さん起こした。そしたら何？起きたお母さんにその100点の答案用紙を見せたそうなんですよ。そしたらお母さんが喜ぶどころかその100点の答案用紙を取り上げてビリビリに破って、100点もそんなもんどうでもいい、今頼むから寝かしてって言ってまた寝られたそうなんですね。その時にその少年はこう思った。ああ寂しいな、僕のことなんて誰も見てくれてない。だからちょっと悪さをしてですね、誰かに見てもらうようなことを始めたそうなんですね。でその少年曰く、ミキさんが今お話しした例の話、もしかするとその例も寂しくって誰かに見てみてって言って自分をアピールしたんじゃないかな、そんなことを言ってくれたんですよ。でそれからそうか、怪談という話から私たちが生きるヒントを得られるんだなと思って、この怪談説法っていうのを、話すようになったんですけれども、この少年もそうですし、亡くなった方ももちろんですけども、生きてる私たち人間っていうのは実はこの存在証明、自分が今ここにいるよということを誰かに伝えたくって実は日々生活してる部分もあると思うんですね。例えば私だとこの YouTube のチャンネル登録していただいたらこんな嬉しいことはないわけです。三木大雲を見てくださってるんだなと思って私は非常に嬉しいわけですよね。で今 SNS とかいろんなのでいいねをつけたりね、いろいろありますけども、これもそうでしょうね。誰かに見てもらいたい、認めてもらえたということがなんかそこで、一つの安心感になるといいますか、幸福感になるといいますか、生きとし生ける人間っていうのはこの存在証明を私してるように思うんです。もちろんね、誰にも見てもらいたくなくても大丈夫という方もおられるかもしれませんけれども、多くの人はやはりそういう部分があるんではないかなと思いますね。ですから
私たち人間っていうのはお互いがお互いを認め合わなくちゃいけないと思うんです。認めてもらうだけではなくって認め合うということが私は大切なんじゃないかなと思うんですね。ですから例えばご近所さんでね、隣の家誰が住んでるかわからないっていうような、都会なんかはそうだというふうに聞きますけれども、ちょっとお隣さんにね会った時には「おはようございます」ね、何の仕事されてるんですかとか、お互いがちょっと喋り合ったり、あるいは今、コロナの中でですね、マスクをしてない人を見つけるとね、何をやってるんだっていうんではなくって、マスクがないならお分けしましょうかっていうふうにして、お互いがここちょっと優しさの中でお互い認め合うというふうな関係になれば、世の中また少し良くなるんではないかなというふうに思います。でこのことは生きてる私たちだけではなくって、亡くなられた方もそうですね。よく先祖供養って言いますけども、知っててもおじいちゃんおばあちゃんあたりで、ひいおじいちゃんひいおばあちゃん、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんまでになるとお会いしたこともないし、ましてどんな方かももうわからないかもしれませんけれども、お墓参りで先祖さんに手を合わすということは亡くなった方を認める一つの行為なんですね。でもし亡くなられた方が寂しい思いをされてるといけませんので、どうか皆さんもですね、お墓に足を運んでいただいたり、手を合わせるという行為だけでもしていただきたいなと思いますし、また生きてる私たち人間同士もお互いがお互いを手を合わし合うような仲になっていけばなというふうに思います。ということで本日はこれで話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。